皆さんこんにちは。今日の日付は2026年1月13日です。皆さんは今ご自分の目で見ている世界が本当に真実の世界だと自信を持って言えるでしょうか。毎朝目覚めた瞬間に目にする天井窓の外に広がる街並み手元のスマートフォンの画面。これらがすべて実は単なる影に過ぎないとしたらどう思いますか。私たちは日々膨大な情報の中で生きています。素で流れてくる誰かの華やかな生活ニュースサイトが伝える世界の悲惨な出来事を友人たちが語る噂話。それらを見て私たちは世界とはこういうものだと信じ込んでいます。しかしもし私たちが暗い洞窟の中に閉じ込められた囚人のような存在だとしたらどうでしょう。首を固定され前しか見ることができず背後の火の光によって壁に映し出された揺らめく影だけを一生かけて見つめ続けているとしたら、そしてその影こそが世界のすべてだと疑いもしないで生きているとしたら、これは決して映画の話ではありません。今からおよそ2400年前古代ギリシャの哲学者プラトンが著書国家の中で語ったあまりにも有名な洞窟の比喩の話です。プラトンは私たち人間に問いかけました。君たちは本当に目覚めているのか、それとも影を見てそれを現実だと夢見ているだけなのか。どう現代社会を生きる私たちにとってこの問いかけはかつてないほど鋭くそして重く響きます。私たちはフェイクニュースやアルゴリズムによって選別された情報という名の影に一喜一憂させられてはいないでしょうか。本当の真実揺るぎない正義そして変わることのない是とは一体どこにあるのでしょうか。今日は西洋哲学の父とも呼ばれるプラトンの代表作国家を皆さんと一緒にじっくりと読み解いていきたいと思います。この物語は単なる哲学の講義ではありません。これは私たちの魂を暗闇から光へと導くための壮大な冒険の物語なのです。どうか最後までお付き合いください。あなたの世界を見る目がこの動画を見終わる頃には少しだけ変わっているかもしれません。それでは時計の針を古代ギリシャへと戻していきましょう。そこには現代の私たちと同じように正義とは何か善とは何かそして真実とは何かを必死に探し求めていた人々の姿がありました。まずこの物語の主人公ともいえるプラトンという人物について、そして彼がこの国家という書物を書かざるをなかった悲痛な背景についてを話しなければなりません。プラトンは紀元前4に7年頃アテナイという都市国家の非常に裕福で高貴な家柄に生まれました。若い頃の彼は政治家になることを夢見る野心あふれる青年でした。肩幅が広くレスリングの選手としても優秀だったと言われる彼は文武両道のまさにエリート中のエリートだったのです。しかし彼の人生を決定的に変える出来事が起こります。それはソクラテスという一人の風変わりな老人との出会いでした。ソクラテスは街頭で若者たちを捕まえては正義とは何か、勇気とは何かと問いかけ彼らの無知を暴き出すことを日課にしていました。プラトンはこのソクラテスに深く心酔し彼こそが世界で一番賢い人だと信じました。
しかし当時のアテナイは、ペロポネソス戦争という長い戦争に敗北し、社会は混乱の極みにありました。人々は自信を失い、伝統的な価値観は崩れ去り、代わりにソフィストと呼ばれる弁論術の教師たちが幅を利かせていました。ソフィストたちは言いました。絶対的な真理などない。人間は万物の尺度である。つまり自分が正しいと思えばそれが正しいのだ。どう？彼らは真実を追求することよりも議論に勝つことや立身出世することを若者たちに教えていました。そんな中で絶対的な正義や真理を求め続けたソクラテスは多くの人々の反感を買ってしまいます。そしてついに悲劇が起こりました。紀元前399年ソクラテスは国家が信じる神々を信じず若者を堕落させたという言いがかりのような罪で告発され裁判にかけられたのです。そして民主主義の名の下に行われた裁判でアテナイの市民たちは僅差でしたがソクラテスに死刑を宣告しました。プラトンにとってこれは耐え難い衝撃でした。最も正義を愛し最も知恵のある人物が愚かな大衆の感情的な判断によって殺されてしまったのです。この出来事はプラトンに強烈な絶望とそして新たな使命を与えました。民主主義とはなんと恐ろしいものか。無知な多数派が一人の賢者を殺すことができる制度なのか。彼は現実の政治に深く失望し、政治家への道を断念しました。そして亡きし、ソクラテスの意志を継ぎ、哲学の道へと進むことを決意したのです。プラトンが国家を書いた動機は、まさにここにあります。彼は考えました。なぜアテナイは間違ってしまったのか。なぜ正義の人ソクラテスが死ななければならなかったのか。その答えは無知にあると彼は結論づけました。人々が何が本当の正義であり何が本当の是であるかを知らずただの思い込みや感情つまり影に振り回されていたからだと考えたのです。だからこそプラトンは新しい国家の理想図を描く必要がありました。それは単なる夢物語やユートピアの提案ではありません。二度とソクラテスのような悲劇を生まないために人間はいかにして真理に到達しいかにしてその真理に基づいて社会を運営すべきかと誘致のにじむような問いかけの記録なのです。国家という書物は一見すると政治の教科書のように思えますが、実はもっと深い人間の魂の在り方を問う書物です。プラトンは国家という大きな文字で書かれたものを読むことで、私たち一人一人の魂という小さな文字で書かれたものを読み解こうとしました。つまり、正しい国家の姿を考えることは、正しい人間の生き方を考えることと完全にイコールなのです。この物語の舞台設定や背景をもう少し詳しく見ていきましょう。当時のアテナイは、先ほども触れたように価値観が大きく揺らいでいました。正義なんてものは強者の利益に過ぎない。と公言するトラシマコスのような人物もいました。バレなければ何をしてもいい不正をしてでも得をした方が勝ちだ。という考え方が人々の間に蔓延していたのです。皆さんも現代社会を見ていて似たような空気を感じることはありませんか。正直者が
バカを見る金を持っている者が、偉い勝てば官軍。そんなシニカルな空気が、2400年前のアテナイにも充満していたのです。プラトンは、そんな腐敗した空気に完全と立ち向かいました。いや違う。正義とは、単なる力関係や損得感情ではない。それは、魂の調和であり、宇宙の真理に基づいた絶対的な価値なのだ。どう？そして、その絶対的な価値すなわちイデアを知る者だけが、国を治める資格があると考えました。これが有名な鉄人王の思想です。しかしここで、一つの大きな疑問が浮かびます。目に見えない絶対的な価値や真実などというものが本当に存在するのでしょうか。私たちは目で見たり手で触れたりできるものしか信じられない生き物ではないでしょうか。そこでプラトンが持ち出したのがあの有名な洞窟の比喩なのです。ここからは物語の核心部分へと足を踏み入れていきましょう。国家の中でも最も有名で、かつ最も難解とも言われる洞窟の比喩とイデア論についてじっくりとそして分かりやすく解き明かしていきたいと思います。想像してみてください。地下深くにある巨大な洞窟を入り口からははるか遠くかすかな光が差し込んでいますが、そこまでは届きません。その洞窟の奥底に子供の頃からずっと首と足を鎖でつながれた囚人たちがいます。彼らは壁に向かって座らされており決して後ろを振り向くことができません。彼らの背後少し高いところには火が燃えています。そしてその火と囚人たちの間にはついたてのような壁があり、その壁の後ろをさまざまな形をした人形や物体を持った人々が通り過ぎていきます。火の光によって壁に映し出されるのはその人形たちの影だけです。囚人たちに見えるのは目の前の壁に映る黒い影の動きだけ。洞窟に響く声や音も壁の影が発しているのだと彼らは信じて疑いません。彼らにとって現実とはその壁の上の影ただそれだけなのです。影が大きく動けば驚き影が形を変えればそこに何らかの意味を見出そうとします。誰かがあれは馬だと言えばみんなでそれを馬だと信じあれは鳥だと言えば鳥だと信じます。影の動きを正確に予測できるものがここでは賢い人として尊敬されます。しかしある日一人の囚人が偶然にも鎖から解き放たれました。彼は恐る恐る立ち上がり生まれて初めて後ろを振り返ります。その瞬間、強烈な火の光が彼の目を刺しました。眩しさに目がくらみ彼は何も見ることができません。痛みと混乱の中で彼はこれまで見ていたものが単なる影であり実体は後ろにあった人形たちだと教えられます。しかし彼はすぐには信じることができません。慣れ親しんだ影の方がぼんやりとしか見えない実体よりもよほどリアルに感じられるからです。影の方が真実だ、元の場所に戻してくれ。と彼は叫びたかったことでしょう。しかし何者かが彼を無理やり引っ張り、険しく急な坂道を登らせ洞窟の外へと連れ出そうとします。それは彼にとって拷問のような苦しみでした。岩に肌をすりむき足は血を流し
道への恐怖で、心臓は破裂しそうです。そしてついに彼は、洞窟の外太陽の光が降り注ぐ地上へと引きずり出されました。その瞬間彼は、あまりの眩しさに完全に視力を失ったかのように感じます。太陽の光は、洞窟の火とは比べ物にならないほど強烈で彼の目には、耐えがたい痛みをもたらします。彼は、最初地面に映る影や水面に映る反射しか見ることができませんでした。しかし時間が経ち目が慣れてくるにつれて彼は、少しずつ世界の色と形を認識し始めます。木々の緑、花の鮮やかさ、空の青さ。そして夜になれば、月や星の輝きを見上げることができました。ついに彼は、勇気を振り絞って空に、輝く太陽そのものを直視します。そして悟るのです。この太陽こそが、四季をもたらしすべてのものを照らし、洞窟の中の火や影さえも存在させていた、究極の原因なのだと。彼は、かつて自分がいた洞窟の中の仲間たちのことを思い出しました。影の動きを予測して競い合っていた、あの無意味なゲームのことを。彼は、今の自分を幸福に思い洞窟に残された仲間たちを哀れに思いました。この物語は単なる脱出劇ではありません。これは私たちが無知という名の洞窟から真理という名の光の世界へと魂を上昇させる教育と哲学のプロセスそのものを描いているのです。プラトンはこの世界を2つの領域に分けました。一つは私たちが五感で捉える可視界、つまり目に見える世界です。これは洞窟の中の世界に相当します。もう一つは私たちが理性によってのみ捉えることができる価値界、つまり知性によって知られる世界です。これが洞窟の外の世界です。私たちの見ている現実の机や椅子、美しい花や正義ある行いは、すべて時間の経過とともに変化し消滅します。花は、枯れ机は壊れ正義だと思われた行いも時代が変われば不正とされるかもしれません。プラトンはこれらはすべて影に過ぎないと考えました。では、本当の実態はどこにあるのか。それがイデアです。イデアとは物事の背後にある永遠不変の真の姿のことです。例えば、この世にはたくさんの三角形が存在しますが、どれも厳密に見れば線が歪んでいたり、角が完璧ではなかったりします。しかし、私たちの頭の中には、完璧な三角形という概念があります。これこそが三角形のイデアです。現実の三角形は、この三角形のイデアの不完全なコピーに過ぎません。美しさも同じです。美しい花、美しい人、美しい絵画。これらはすべて違いますが、私たちはそれらに共通して美を感じます。それは、それらすべてのものが美のイデアという永遠に変わらない美の基準を分かち持っているからです。そして洞窟の外で輝く太陽。これこそがすべてのイデアの頂点に立つ善のイデアです。善のイデアはすべてのものに存在と真理を与える究極の原理です。太陽がなければ何も見えず何も育たないように善のイデアがなければ私たちは真理を知ることも正しく生きることもできないとプラトンは説きました。
さて洞窟から脱出し、太陽を見たもと、囚人の物語には続きがあります。彼は光の世界に泊まり永遠に真理を完走して暮らすこともできたはずです。しかし彼は洞窟に戻ることを決意します。なぜでしょうか。それは暗闇の中で幻想を信じているかつての仲間たちを哀れに思い彼らにも真実を伝え救い出さなければならないという義務感に駆られたからです。彼は再びあの暗く湿った洞窟へと降りていきます。光に慣れてしまった彼の目は、今度は暗闇に慣れることができず足元はおぼつきません。そんな彼を見て、囚人たちは笑い飛ばします。あいつは上に行って目をつぶして帰ってきたぞ。上に行くなんてろくなことじゃない。彼が、あの影は偽物だ、外には本物の世界があるんだ。と懸命に説得しても誰も耳を貸しません。それどころか自分たちの信じる世界を否定し、鎖を解こうとする彼を危険人物だとみなし、ついには殺そうとさえするのです。これはまさにソクラテスの最後そのものです。真実を見た者はしばしば狂人扱いされ、社会から排除されようとします。それでもなお、哲学者には洞窟に戻る義務があるとプラトンは強く主張します。なぜなら自分の魂だけが救われればいいという利己的な幸福は真の正義ではないからです。国家全体の幸福のために真理を知った者があえて闇の中に降りていき、統治という重荷を背負わなければならない。これがプラトンの考える鉄人王の悲壮なまでの決意なのです。権力を欲しがる者が統治するのではなく、権力を軽蔑し、真理のみを愛する者が義務として統治する。それこそが最も理想的な国家の姿だと彼は結論づけました。ここで少し視点を変えて、この2500年前の物語が現代の私たちにどのような意味を持つのか深く考えてみたいと思います。洞窟の比喩は現代社会のカリカチュアそのものに見えませんか。私たちは今デジタルという名の洞窟の中に生きています。スマートフォンの画面に映し出される情報はまさに壁に映る影です。アルゴリズムは私たちが見たいと望む影だけを選んで見せ続け、私たちはそれが世界のすべてだと錯覚します。自分と異なる意見を持つ人々を敵や愚か者とみなし同じ影を見ている仲間とだけ結束を強めていく。これはエコーチェンバーと呼ばれる現象ですが、まさに洞窟の中の囚人たちの姿そのものです。いいねの数やフォロワーの数といった実体のない影を競い合い、それによって自分の価値が決まると思い込む。プラトンが生きていたらきっとこう言うでしょう。君たちの見ているその輝かしい画面は真実の光ではない。それは君たちの欲望を映し出すただの火の光に過ぎないのだ。どう？またプラトンの思想は民主主義と専門知の問題についても鋭い問いを投げかけます。複雑化する現代社会において私たちはすべての問題を自分たちで判断できるでしょうか。気候変動、経済、政策、医療問題、これらは高度な専門知識を必要とします。しかし現代の政治はしばしば専門的な正しさよりも大衆に受ける分かりやすさや感情的な扇動によって動かされてしまいます。
プラトンが危惧した無知な多数派による支配という問題は、ポピュリズムという形で今、まさに世界中で再燃しています。鉄人王というアイデアは、エリート主義だと批判されることもありますが、一方で本当に知る者がリーダーシップを取るべきではないかという問いは、無視できない重みを持っています。私たちは、人気投票で船長を決める船に乗りたいとは思いません。航海術を知り尽くしたプロの船長に命を預けたいはずです。国家という巨大な船の舵取りも本来はそうあるべきではないでしょうか。そして教育についてもプラトンは重要な示唆を与えてくれます。彼は教育とは盲目の目に視力を与えることではなく、魂の向きを変えることだと言いました。知識を頭に詰め込むことが教育ではありません。暗闇に向いていた魂をぐるりと回転させ、光の方角へ、つまり何が本当に大切かという真理の方角へと向けさせることが教育の本質なのです。現代の私たちは、どうすれば効率よく稼げるか、どうすれば他人に勝てるかというスキルばかりを学ぼうとしています。しかしそれは、洞窟の中で影の動きを予測する技術を磨いているに過ぎないのかもしれません。本当に必要なのは、一度立ち止まり鎖を断ち切って、そもそもなぜ稼ぐのか。勝つことに何の意味があるのか。良い人生とは何か。という根本的な問いに向き合うことではないでしょうか。それは痛みを伴うプロセスです。慣れ親しんだ価値観を捨てることは、強烈な光を見るときのように目、焼かれるような苦痛をもたらすかもしれません。しかし、その痛みの先にしか本当の自由はないと、プラトンは教えてくれているのです。この物語を読み解いていくと、プラトンが単なる理想主義者ではなかったことがわかります。彼は人間の弱さや醜さを誰よりも深く理解していました。人間は真実よりも心地よい嘘を好む生き物であり、光よりも闇に安住したがる生き物であることを知っていました。だからこそ彼は、あれほど厳格な教育システムを構想し、魂を強制的にでも光の方へと向けさせようとしたのです。国家の終盤には、魂の不死や死後の裁きについての物語も語られます。プラトンにとって、正義を貫くことは、現世での利益のためだけではありませんでした。それは、永遠に続く魂の旅路において、自分自身を汚さないため、自分の魂の純粋さを保つための切実な願いだったのです。正義の人は、たとえ誰にも知られず、貧しく迫害されたとしても、それでもなお幸福である。プラトンのこの主張は、一見すると、綺麗事に聞こえるかもしれません。しかし、洞窟の外の太陽を見た者にとって、洞窟の中での称賛や栄光など、何の意味もないのです。彼は、自分の魂の中に、揺るぎない秩序と調和、つまり内なる太陽を持っているからです。それこそが、何者にも奪うことのできない真の幸福なのです。さて、長い時間をかけて、プラトンの洞窟を旅してきましたが、いかがでしたでしょうか。私たちは、この動画を見終わった後も、やはり日常という名の洞窟に戻らなければなりません。明日もまた、満員電車に揺られ仕事に、オワレスのタイムラインを眺める生活が待っているかもしれません。しかし、この物語を知った皆さんは、
昨日までの皆さんとは少しだけ違っているはずです。ふとした瞬間に自分に問いかけることができるようになっているはずです。今、私が必死に追いかけているものは、本当に価値のあるものだろうか。それとも、ただの影だろうか。どう？その問いかけこそが、鎖を解くための鍵なのです。哲学とは、決して象牙の塔にこもって、難解な理屈をこねくり回すことではありません。哲学とは生きる態度そのものです。当たり前だと思われていることを疑い目に、見えるものの奥にある意味を探り、よりよく生きようともがき続けること。それこそがプラトンが私たちに託したバトンなのです。洞窟の外には私たちがまだ見たことのない鮮やかで美しく震えるような真実の世界が広がっているかもしれません。そこへ続く道は険しく一人で登るにはあまりにも心細い道のりです。しかしプラトンという偉大な先達が2400年の時を超えて私たちの手を取り導いてくれています。時には立ち止まり悩みながらで構いません。焦らず一歩ずつ光の方へと歩んでいきましょう。あなたの人生に新しい光が少しでも差し込むことを心から願っています。文学や哲学は私たちを孤独から救いより深い理解へと導いてくれます。また次の作品であなたとお会いできる日を楽しみにしています。どうぞ心豊かな充実した日々をお過ごしください。今日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。それではまた。